もう少し限りなく秋めに寄らせていいんで、開ききってない絵を1枚入れておくと自然に見えます。比較タイムです。では1と5の間にフレーム3を描くというチャレンジでしたが、私が描いたのがこんな感じです。なんとなく多分仲割りすることをちょっと集中しすぎて、途中になんか別のキャラクターになってる。ほっぺの形が変わっているし、あとなんか口のどんな軌道をとってもやっぱ鼻から距離が変わらないし、これと同じ位置に合わせた方が良かったかな。下も描いといた方が良かったですよね。で、ひのいさんが描いてくれたフレーム3はこんな感じです。比較的にアドバイスもらって、私ほぼ横からの同じ角度になってるんだけど、こういう向きも同じですね。そのひのいさんが描いてもらった図、これはカメラだと思えばこっちの向きになっている。で、怖いところですけど、両方を重ねればどうなるのか、どれくらい違うかな。ひのいさんが描いてくれたフレーム3の上に私が描いたフレーム3置きます。口の位置が少しずれている。あと髪のボリュームがちょっと減っている感じですね。で、私が怖かったところが、ここが出張ること。こういう U の字よりもこの逆逆さま U の字の方がなんとなく綺麗にこういう形になっているし、ひのいさん少し比較してもらえますか？まあ後頭部のボリュームですよね。なんだかんだ言って、あとまあこう真ん中に線を引けばわかると思うんですけど、髪の毛真ん中から出てますよね。これはほらこの位置から出てるじゃないですか。こうやって合わせてもね描いていった方が形は整いやすいから。そうなんだ。じゃあ最初からこの真ん中線がはっきり書いてなかったから、紙の束がちょっと位置がずれている感じ。そうですね。あとはここら辺紙がどういう風になってるかもう少し分かりやすく、ここの2つのパーツの髪の毛は一体どういう生え方をしてるのかもう分かんなくなっちゃってるでしょ。そうね。これをもうちょっとこっちの方にやるとこっちもスーッと、ね、生えてるのが分かるから、さらにこの先をやってみましょう。なぜ視線をこっちにするか。人は視線を変えるときに無意識のうちに目をつぶります。確かそうなんだ。そういうことなんですよ。忘れた。そういう話があったんですね。5フレームの中でどのフレームになるんですか？2ですね。まあやってみると、じゃあ今置いてあるのが新しく書いたフレーム3とフレーム1、今回はちょっとだけ左に寄っている。物が動いて止まるときに、まあ爪で表現すると、まあ今のが3じゃないですか。で動き出しはゆっくりだから、で動き途中速くなって最後収まるときゆっくり。これが基本です。わかりました。はい、そうですね。フレーム3は一番早く動いてるところ。そうですね。物理学思い出さなきゃ。
こういう段階で右目が見れるんですか？キャラクターの右目。まあ見せるようにはした方が。おお、閉じた目描きました。そしてまぶたの膨らみも少し見れるように。初心者でもこの紙の束の位置書くときにトレースしなくてもフリーハンドで書くことがおすすめですか？そうですね。ほら所詮はトレースにずらしてトレースになっちゃうから絵の勉強にならないんで。まあデジタルの作画する人はね結構それやってるじゃないですか。対応するから絵の描き始めでそれを覚えちゃうと楽を覚えちゃうんで、そう技術をねものにするにはそれなりの練習が必要なんで。そっか、こういう段階で紙の形をトレースしたら大事な勉強がちょっとできなくなります。そうね、トレースするのと自分で考えて線を引くっていうのは全然違うんで。でこれが2番目で3番目だとすると、さらにまだ3番目では実は目は開ききってない状態にしたいんですよ。だからもう少し限りなく空き目に寄らせていいんで、開ききってない絵を1枚入れておくと自然に見えます。眉も全体的に少し下げておいて、でこれは3の前じゃなくて本当に3フレーム3にまだ 100% 開いてない状態に。そうです。わかりました。すごい小さなディテールでキャラクターがちゃんと生きてくる。まあ閉じて、なるほど。まあこんな感じですよね。はあ。見えるかな。ほう。なんか自分の描いたこの真ん中が大きいような気がするけどすいません。大きい？ちょっと頭の大きかったかな。まあいいや。あとは4番目を完成させるなら3分の1詰めて描けば今までやったような要領で描いていけばなんとかまとめられるでしょうから、これはこれで。すごいね。閉じて中開きで開き目。すごい。でなぜこの表情で振り向いたかっていう芝居も入れてるんで、これはこれでも見えれるんですけど、これが上に来た時のこういう動きを描いてそのまま動かしたらちょっと不自然なので動きは上に行く。